皆さんこんにちは。日本語スタジオラジオスタラジの時間です。今日も私、日本語教師の静香とアシスタントのヨッシーが簡単な日本語で日本の生活や文化について話します。このポッドキャストで私たちと一緒に新しい文法や単語も勉強しましょう。今日もよろしくお願いします。よし、最近やっと暖かくなりましたね。そうですね。もう4月ですから。日本では4月は新しい生活が始まる月ですよね。新しい生活、新生活ですね。はい。3月に卒業式があって、中学生が高校生になったり、大学生が社会人になったりします。静香さんは社会人何年目ですか？私は大学を卒業して働き始めてもう10年になります。社会人10年目です。じゃあ僕たちが知り合ってもう10年になるんですね。はい。あの頃の私は元気で可愛い後輩でしたけど、今はただの生意気な後輩になりました。元気で可愛い？まあ、とにかく日本では大勢の人が新生活を始めますから、今日は自己紹介について勉強しましょう。スタラジオもこれが最初のエピソードですからちょうどいいですね。では最初に留学生のキムさんと日本人の学生佐藤さんの自己紹介を聞いてみましょう。どこにキムさんと佐藤さんがいるんですか？ここですよ。スクリプトがありますから、ヨッシーは佐藤さんを読んでください。はじめまして、キム・ユジンと言います。出身は韓国のソウルです。キム・ユンジンさんですか？ユジンです。ああ、すいません。ユジンさんですね。僕は佐藤です。はじめまして。佐藤さん、下のお名前は何と言いますか？大輔です。大輔さんはどういう漢字を書くんですか？大きいに助けるで大輔です。素敵な名前ですね。ありがとうございます。ユジンさんはソウル出身ですね。僕、去年ソウルに行きましたよ。そうなんですか？ソウルはどうでしたか？とても良かったです。人も優しいし、料理も美味しいし、僕は韓国語を話せませんけど、お店の人が日本語が上手で困ることが何もありませんでした。ユジンさんも日本語が上手ですが、どれくらい日本に住んでるんですか？日本に来てちょうど1年になります。日本語の勉強を始めたのは3年前ですが。3年でこんなに日本語が上手になるんですか？すごいですね。日本に住み始めてから話す機会が増えたので、かなり良くなったと思います。そうですか。僕も韓国語の勉強を始めてみようかな。はい。韓国語は日本語と似ているし、すぐに上手になると思いますよ。じゃあユジンさん、韓国語でわからないことがあったら質問したいので連絡先を交換しませんか？はい。じゃあ LINE でいいですか？これ僕の LINE です。ありがとうございます。ユジンさんと大輔さんは友達になりました。いいですね。春って感じがします。ユジンさんと大輔さんの会話には自己紹介に使える言い方がたくさんありました。よし、どんな言葉やフレーズがありましたか？新生活、出身、連絡先、日本に来て何年？じゃあ順番に勉強していきましょうか。スタラジ日本語レッスン。まずは新生活。よし、新生活はどういう意味ですか？新しい生活という意味ですね。日本では会社や学校が4月からスタートするので、4月は新生活が始まる月です。新は新しいの音読みです。新がつく言葉、いろいろありますね。新人、新作、新車。新人は新しい人、ルーキーですね。新作は新しい作品、映画や本などによく使います。新車は新しい車です。新玉ねぎ
というものもありますね。春の玉ねぎですね。新しいので柔らかくて甘いです。シン・ゴジラはどうですか？映画のゴジラのリメイクですね。新何々と聞くと何か新しいものだと考えればいいですね。じゃあ次、出身です。出身はその人が生まれたところです。それから経験してきた仕事や卒業した学校にも使うことができます。よっしー、出身はどちらですか？僕は奈良出身です。静香さんの出身は大阪ですよね。はい、私の出身は大阪ですが、父は長野出身で、子供の時に大阪に来ました。母は岐阜出身です。そうでしたか。出身について他にどんな言い方がありますか？私はアメリカから来ました。私はアメリカ人です。という言い方も勉強しますね。その人の出身を聞くときは、出身はどちらですか？出身はどこですか？がいいですね。じゃあ大阪で生まれたけど東京で育った人は？出身は大阪ですが、育ちは東京です。2歳から東京に住んでいるので、大阪弁は話せません。そんな感じですね。生まれは大阪ですが育ちは東京ですという言い方がいいですね。はい。私は生まれも育ちも大阪です。大阪人です。次、連絡先は何ですか？連絡先は連絡、つまり電話やメールを送る宛先です。電話番号やメールアドレス、最近では LINE や Instagram の ID も使えますね。大輔さんは連絡先を交換しませんかと言っていましたね。はい。大輔さんはユジンさんに連絡先を教えて、ユジンさんも連絡先を教える。交換です。連絡先を教えてくださいという言い方もいいですね。大輔さんたちは LINE を交換しましたが？はい。アメリカやヨーロッパでは WhatsApp やメッセンジャーが人気ですが、日本では LINE というメッセージアプリが一番です。日本の 80% 以上の人が LINE を使っているそうですよ。私の祖母も LINE を使っています。日本人の友達が欲しい人は LINE をインストールした方がいいかもしれませんね。では次に行きましょう。ユジンさんは日本に来てちょうど1年になりますと言っていました。今日の初めにも僕たちが知り合ってもう10年になると話しましたね。そうでしたね。どれぐらいの時間を過ごしたかを言うとき、よく使う言い方です。皆さんは日本語の勉強を始めてどれぐらいになりますか？コメントで教えてください。はい、ぜひコメントで教えてください。それから大輔さんは最初ユジンさんの名前を間違えましたね。そうなんです。皆さんも日本人の名前が難しくて1回でわからないことがあるかもしれません。大輔さんみたいに確認することが大切ですね。ユジンさんは大輔さんの名前をどんな漢字で書くかを質問していましたね。英語でもスペルを確認する会話があると思いますけど、日本では漢字を確認するんですよね。大輔さんは最初佐藤ですと言いましたが、下の名前は教えませんでした。ユジンさんから下のお名前は何と言いますかと質問があって、大輔ですと言っていましたね。佐藤大輔さん、上の名前が佐藤、下の名前が大輔ですね。上の名前は名字や姓とも言います。英語ではファーストネーム、ラストネームですから、最初の名前、最後の名前ですが、日本語は上から下に書きますから、上の名前と下の名前になるんですよね。面白いと思います。そうですね。静香さんの上の名前は、名字は何ですか？私の名字ですか？日本語ドラマを見ればわかりますよ。なるほど。僕たちが作ったドラマですね。皆さんドラマをぜひ見てください。では、もう一度スキットを聞いてみましょう。今回は少しゆっくりになります。今勉強した言葉や文法に気をつけて聞いてくださいね。はじめまして、キム・ユジンと言います。出身は韓国のソウルです。キム・ユンジンさんですか？ユジンです。ああ、すいません。ユジンさんですね。僕は佐藤です。はじめまして。佐藤さん、
下のお名前は何と言いますか？大輔です。大輔さんはどういう漢字を書くんですか？大きいに助けるで大輔です。素敵な名前ですね。ありがとうございます。ユジンさんはソウル出身ですね。僕、去年ソウルに行きましたよ。そうなんですか？ソウルはどうでしたか？とても良かったです。人も優しいし、料理も美味しいし、僕は韓国語を話せませんけど、お店の人が日本語が上手で困ることが何もありませんでした。ユジンさんも日本語が上手ですが、どれくらい日本に住んでるんですか？日本に来てちょうど1年になります。日本語の勉強を始めたのは3年前ですが、3年でこんなに日本語が上手になるんですか。すごいですね。日本に住み始めてから話す機会が増えたので、かなり良くなったと思います。そうですか。僕も韓国語の勉強を始めてみようかな。はい。韓国語は日本語と似ているし、すぐに上手になると思いますよ。じゃあユジンさん、韓国語でわからないことがあったら質問したいので連絡先を交換しませんか？はい。じゃあ LINE でいいですか？これ僕の LINE です。ありがとうございます。日本に来て1年になるというフレーズを勉強しましたが、今日のスキットでは上手になる、良くなったという言い方もよく聞きました。大輔さんはユジンさんのことが好きになったかも。そんなに簡単に好きになりますか？さあ、でも本当に韓国語について質問したいから連絡先を交換したんでしょうか？よし、楽しそうですね。ところで大輔さんたちは学生ですが、私たちは社会人ですね。社会人は働いている人のことですね。静香さんは社会人10年目と言っていましたね。はい、社会人になると友達を作る機会が少なくなりますが、大輔さんたちの話を聞いて、どこか新しい場所で新しい人たちに会いたくなりました。4月は新しいことを始めるのにいい季節ですからね。次のテーマはそれにしましょいいですね。では時間になりましたから今日はここまで。次のスタラジもお楽しみに。